あの時、彼女がやたら話しかけてきたのは、もしかして、職場の女性、同窓会で再会したあの人、習い事で一緒だったあの子。振り返ってみると、あれ？もしかして俺のこと意識してた？そんな場面、思い当たりませんか？実は、あなたの勘は正しかったかもしれません。今から話す6つのサインを知れば、あの時のあの態度は、そういう意味だったのか、って腑に落ちるはずです。そして何より、これから先は同じサインを見逃さずに済みます。これから6つのサインを紹介していきますが、聞いているうちに最近の出来事を思い出すかもしれません。女性のサインって、後から振り返って初めて気づくことが多いんです。その時は何とも思わなかったけど、実は意味があったということが、もし心当たりがあったら、それはチャンスかもしれません。次に同じサインが出た時は、見逃さないようにしてくださいね。実は女性って、男性を異性として意識し始めると、必ず何かしらの変化が現れるんです。ただ、その変化があまりにも微妙で分かりにくいだけ。女性は察してほしい生き物なんですよね。でも男性からしたら、はっきり態度に出してくれればいいのにって思いますよね。正直その気持ち、すごくわかります。じゃあ、なんで女性はわかりやすく態度を変えないのか。それは、まだ自分でも気持ちが確定していないから。友達から恋愛対象に変わる瞬間って、女性自身も戸惑っているんです。だから、あえて小さなサインを送って、あなたの反応を確かめているんです。今日お話しする6つのサインは、どれも女性が、あれ、この人のこと異性として見てるかも、と意識し始めた時に出すサインです。しかも、これから紹介する順番にも意味があるんです。最初は比較的わかりやすいサインから始まって、後半になるほど、それも意識してるサインだったの？という意外なものになっていきます。特に5つ目以降のサインは、多くの男性が見逃しがちです。でも、実はそこに女性の本音が隠れているんです。サイン1、恋愛してないアピール。1つ目のサインは、最近彼氏いないんですよ。全然出会いがなくて、このような恋愛してないアピールです。これ、聞き流してませんか？実はこれ、かなり重要なサインなんです。そんなありきたりな話？って思いましたよね。そう、確かにありきたりです。でも、だからこそ多くの男性が聞き流してしまう。実はここに落とし穴があるんです。女性って、本当に重要なサインほど、普通の会話に紛れ込ませるんです。なぜか、失敗した時のダメージを最小限にしたいから、ただの世間話だったって言い訳ができるようにしているんです。でも、ここで重要なのは、誰にこの話をするかなんです。女性は誰にでも恋愛の話をするわけじゃありません。興味のない男性には、むしろ恋愛の話題を避けます。変に期待されたら困るから。つまり、あなたに彼氏いないって言った時点で、すでにあなたは選ばれているんです。少なくとも、この人になら恋愛の話をしてもいいという特別枠には入っているということ。まず、女性がこの話をするタイミングに注目してください。飲み会の席で、二人きりになった時、職場で何気ない会話をしている時、こういう場面で突然、そういえば最近全然恋愛してないんですって言い出すんです。男性からしたら、急にどうした？って思いますよね。でもこれ、計算されたタイミングなんです。実は女性の中で、こんな心理が働いています。自分でも気づいていないことが多いんですが、異性として意識し始めた相手には、無意識に、私、今フリーなんですということを伝えたくなるんです。計算してる女性もいれば、自然と口から出ちゃう女性もいます。でも共通しているのは、あなたに恋愛対象として見てもらえる可能性を探っているということ。でも、ここで多くの男性がやってしまう失敗があります。へえ、そうなんだって流すか。じゃあ誰か紹介しようか。って言っちゃうんです。女性の心の中では違う。あなたに興味を持ってほしいの。って叫んでます。でも、それを直接言えないから、もどかしいんです。実は、女性の多くが、彼氏いないアピールしてるのに、全然気づいてもらえない、という不満を持っています。じゃあ、このサインに気づいたらどう反応すればいいのか。まず、興味を示すこと。そうなんだ、意外だね、とか、もったいないね、という言葉で、
あなたが彼女を異性として見ていることをさりげなく伝えます。そしてここがポイントなんですが、すぐにじゃあ今度食事でもって誘うのは早すぎます。女性はまだ様子を見ている段階だから、代わりに会話を続けてください。どんな人がタイプなの？とか、最近の恋愛ってどんな感じなの？って、そうすると女性は安心してもっと心を開いてくれます。このサインに気づいて適切に反応すると、女性は安心して次の行動に出ます。それがさりげない接触を増やすということ。サインに用事もないのに話しかけてくる。2つ目のサインは、特に用事もないのに話しかけてくる、LINE を送ってくるというものです。さっきの恋愛してないアピールをした女性、その後の行動を観察してみてください。急に連絡頻度が増えたり、職場で話しかけてくる回数が増えたりしませんか？これ、偶然じゃないんです。今日暑いですね。お疲れ様です。そういえば、この前言ってたあれどうなりました？男性からしたら、で、結局何が言いたいの？って思うような、オチのない会話。実はこれこそが、女性があなたを意識し始めたサインなんです。女性の心理はこうです。とにかく接点を増やしたい。でも、あからさまに興味があることを見せるのは恥ずかしい。だから、さりげない用事を作って近づこう。それ、好きになった場合も同じじゃない？って思いましたよね。確かにその通り。でも決定的な違いがあります。意識し始めた段階では、話しかけた後すぐに立ち去ったり、返信が来ても会話を長引かせようとしません。様子見なんです。あなたがどんな人か探っている段階。でも本当に好きになったら、会話を終わらせたくないから、どんどん話題を変えて続けようとします。そういえば、それで思い出したんですけど、って、無理やりにでも会話をつなげてきます。つまり今の段階は、種まきの時期。ここであなたが好意的に反応すれば、次の段階に進むんです。ただ、ここで注意してほしいのが、暇つぶしとの見分け方です。本当にただの暇つぶしなら、LINE の内容は自分の話ばかりになります。今日こんなことがあって、私って心配性じゃないですか。最近Netflix見すぎちゃって、みたいな一方的な内容。でも、あなたを意識している女性のLINEは違います。質問が多いんです。今何してるんですか？週末の予定は？韓国料理って好きでしたっけ？これ、あなたのことをもっと知りたいという気持ちの表れなんです。さらに重要なポイントがあります。返信のスピードと時間帯です。意識している相手からの LINE ってすぐ返したくなりますよね。あなたもそうじゃないですか？でも女性の場合、すぐ返すとガツガツしてると思われるかも、という葛藤が生まれます。結果、5分から15分という微妙な間隔で返信が来ることが多いんです。即レスでもなく、何時間も放置でもない。この絶妙なタイミングこそ、あなたを意識している証拠です。そして時間帯。夜の10時から12時頃に LINE が増えるなら、これはかなり脈ありです。なぜか、この時間って、リラックスして本音が出やすい時間帯だから。つまり、素の自分であなたとコミュニケーションを取りたいと思っているんです。でも多くの男性は、こういう LINE に対して事務的に返してしまいます。今日は暑かったですねに対して、そうですねって終わり。これじゃあ、せっかくのチャンスがもったいない。正解は、会話を広げること。こんな日はビール飲みたくなりますよね、とか。そうすると、女性はこの人、私との会話を楽しんでくれてると感じて、もっと心を開いてくれます。このようなやりとりが増えてきたら、今度は女性があなたの内面に興味を持ち始めます。ここまでの2つのサイン、どちらも当てはまったという方、実は相当チャンスです。なぜなら、女性が恋愛してないアピールと用事もない連絡の両方をしてくるのは、かなり本気度が高い証拠だから。でも、どちらも当てはまらないという方も、諦める必要はありません。女性って、段階的に心を開いていくものなんです。最初のサインがなくても、これから話すサインから始まることもよくあります。それと、ここまで見て思い当たることがあった方、ぜひ体験談をコメント欄で教えてください。職場の後輩がまさにこれやってたとか、LINE 増えたと思ったら告白されたとか、皆さんの経験が他の視聴者の参考になりますので。では、3つ目のサインいきましょう。
サイン3、弱みやコンプレックスを見せる。3つ目のサインは、あなたに弱みやコンプレックスを打ち明けるようになることです。実は私、人見知りなんです。料理全然できないんですよ。最近ちょっと太っちゃって。こういう話、聞いたことありませんか？例えば飲み会で盛り上がってる時に、急に、実は私、大勢が苦手で、って打ち明けてきたり、食事に行った時に、料理全然できないんですよ。お恥ずかしいって言ってきたり、男性からすると、なんでわざわざマイナスなこと言うの？って不思議に思いますよね。初対面や関係が浅い時なら、普通は自分をよく見せようとするはずなのに。でも、実はこれこそが、女性があなたを特別視し始めた証拠なんです。女性がコンプレックスを話す時の心理って複雑なんです。まず大前提として、誰にでも弱みを見せるわけじゃありません。信頼できない相手に弱点を教えるなんて、リスクが高すぎますから。じゃあ、なぜあなたには話すのか。あなたも経験ありませんか？本当に信頼できる相手にだけ、自分の弱い部分を見せたくなること。こんな自分でも受け入れてくれるかなって、ちょっと不安になりながらも話してしまうこと。女性も同じなんです。完璧じゃない自分、ダメな部分もある自分。それでも受け入れてくれそうな人にだけ、素の自分を見せるんです。コンプレックスを話すときって、めちゃくちゃ勇気がいりますよね。惹かれたらどうしよう。がっかりされたらどうしよう。でも、この人になら話してもいいかもって思える相手がいる。それがあなただったということです。多くの男性がここでやってしまう失敗があります。じゃあ料理教えてあげるよとか、もっと頑張ればみたいなアドバイス。これ、最悪です。女性は解決策を求めているわけじゃないんです。正解は、受け入れること。料理できなくても全然いいじゃないですか。そういうところも含めて魅力的ですよって。でも注意してください。太っちゃってに対して、全然太ってないよは逆効果になることがあります。なぜなら、私の悩みを真剣に聞いてくれてないと感じるから。代わりにそう感じてるんですね。でも私から見たら全然気にならないですよという風に、まず相手の気持ちを受け止めてからフォローする。この順番が大切です。それと、コンプレックスを打ち明けた後の女性の行動にも注目してください。もしあなたが適切に対応できたら、女性はもっと深い話をしてくるようになります。家族のこと、過去の恋愛のこと、将来の不安、どんどん心を開いてくるんです。でも、ここで大事なポイントがあります。友達として心を開いているのか、異性として心を開いているのか、見極める必要があります。完全に見分けるのは難しいですが、ヒントはあります。異性として意識している場合、あなたのことも知りたがる傾向があるんです。田中さんはどうなんですか？男性もそういうことあるんですか？って、さりげなくあなたの話を引き出そうとします。意識している相手とは、お互いを知り合いたいという気持ちが働くんです。だから会話のキャッチボールが続きやすくなります。サイン4、あなたの誕生日や好みをリサーチ。そういえば、誕生日っていつでしたっけ？この質問、最近されませんでしたか？女性が男性の誕生日を聞くとき、大抵は占いで相性を調べたいんです。でも、それだけじゃありません。誕生日を覚えておいて、当日にサプライズしたい。そんな気持ちも隠れています。実際、誕生日当日の朝一番に LINE が来たら、それはかなり意識されている証拠です。前日から準備して、時間を確認して送ってるんです。好みのリサーチはもっと巧妙です。最初は軽い質問から。コーヒー派ですか？紅茶派ですか？そこから徐々に深掘りしていきます。休日は何してるんですか？映画とか見ます？好きな食べ物は？一見バラバラな質問に見えますが、実は全部つながっています。デートプランを考えているんです。コーヒーが好きなら、おしゃれなカフェ。映画が好きなら、最新作をチェック。外食の好みを聞いて、レストラン選びの参考に。全部、あなたとの時間を想像しながら聞いているんです。でも、ここでよくある勘違いがあります。質問が多い、好意がある、という単純な話じゃないんです。本当に見るべきポイントは、質問した後のリアクションです。例えば、ラーメン好きですって答えたとします。意識している相手なら、私も好きです。
どこのお店がおすすめですかって食いついてきます。さらに数週間後に、この前教えてもらったラーメン屋さん行ってきましたって報告してくる。これ、あなたとの会話を大切にしている証拠です。あなたとの接点を増やそうとしているんです。もう一つ重要なサインがあります。それは私もが増えることです。焼肉好きなんですか？私も好きです。ジム行ってるんですね。私も最近始めたんです。これ、共通点を必死に探している証拠。心理学では類似性の法則といって、人は自分と似ている人に好意を持ちやすいんです。だから共通点を見つけて、私たち気が合いますねという雰囲気を作ろうとしているんです。そしてこのリサーチには段階があります。最初は表面的な好みから始まります。食べ物、飲み物、趣味といった軽い話題ですね。それが徐々に深い話へと移っていきます。仕事に対する考え方、結婚観、人生で大切にしていることなど。ここまで来たら、あなたも、あれ？最近やけに深い話するようになったなって気づきますよね。将来の話とか、価値観の話とか、明らかに普通の友達とはしないような会話です。そうです。これはもう友達の域を超えています。将来を見据えて、価値観が合うかどうか確認している段階なんです。ただ、ここで難しいのが、彼女自身もまだ自覚していない可能性があること。無意識に深い話をしてしまっている。本人に聞いても、別に普通の会話じゃないって答えるかもしれません。でも、行動は正直です。興味のない相手に結婚観なんて聞きません。ここまで4つのサインを見てきましたが、どれか当てはまるものはありましたか？もし、全部当てはまるという人は、かなりチャンスです。でも、一つも当てはまらないという人も、まだ諦めないでください。実は、ここから紹介する残り2つのサインの方が、もっとわかりやすいんです。なぜなら、女性が本気であなたを意識し始めた時に出る、決定的なサインだから。ちなみに、皆さんはどんなサインに気づいたことがありますか？コメント欄で教えてください。他の視聴者の方の参考にもなるので、ぜひシェアしてくださいね。それでは、残り2つのサイン、いきましょう。サイン5、秘密の共有。これ、他の人には言わないでくださいね。職場での愚痴、友人関係のトラブル、転職を考えていること。こういう他言無用の話、最近増えていませんか？秘密って重そうに聞こえますが、実際は他の人には話さないけど、あなたには話すという選別が重要なんです。例えば職場の飲み会、みんなで盛り上がった後、帰り道で、さっきの部長の話、正直きつかったですって本音を漏らしてくることがあります。これ、あなただけに本音を見せているんです。なぜあなたに？それは、あなたなら受け止めてくれそうだから。そして、あなたとなら本音で話せる関係になりたいと思っているからです。女性の秘密の共有には特徴があります。最初は、実はさっき言えなかったんですけど、みたいな、ついさっきの出来事から始まることが多いんです。これがうまくいくと、過去の話も出てくるようになります。前の職場でこんなことがあって、学生時代、実はあって、時間軸が広がっていくんです。現在から過去へ、表面から真相へと進んでいきます。ここで多くの男性が失敗するのは、話を大きくしてしまうこと。女性が転職考えてるんですって打ち明けたら、マジで？いつ？どこに？って質問攻めにしてしまいがち。違うんです。女性はまだ考えてる段階の気持ちを共有したいだけで、具体的な話じゃないんです。正解は、そうなんだ。何かあったの？って理由を聞くこと。そうすると女性は安心して、もやもやした気持ちを話せるようになります。秘密を共有した後、関係性は確実に変わります。今まで敬語だったのに、ふとした瞬間にタメ口が混じったりします。すみませんって慌てて訂正するけど、これは心の距離が縮まっているからこそ起きる現象です。グループでいる時も、あなたの意見に真っ先に賛同してくれるようになります。私もそう思いますという言葉に、味方アピールが込められているんです。そして面白いのが、秘密のアップデートを報告してくること。この前の件、実はって続報を教えてくれるのは、あなたとのつながりを継続したいという気持ちの表れなんです。
さて、残り時間もあと少しですが、最後まで聞いてください。このサインを知っているかどうかで、都合よく使われるか、恋愛に発展するか、運命が分かれますから。サイン6、頼み事が増える。最後のサインは、あなたへの頼み事が増えることです。ちょっとこれ持ってもらえますか？パソコンの設定がわからなくて、駅まで送ってもらえませんか？一見すると、ただ便利に使われているだけに見えるかもしれません。でも、女性が男性に頼み事をするとき、そこには深い心理が隠れているんです。まず大前提として、女性は誰にでも頼み事をするわけじゃありません。信頼できない人、興味のない人には、むしろ頼みたくないんです。なぜなら、借りを作りたくないから。でも、あなたには頼む。それはなぜか。一つは、あなたの反応を見たいから。頼み事をしたとき、嫌な顔をしないか、優しく対応してくれるか、将来のパートナーとしてどうか、無意識にテストしているんです。もう一つは、接点を増やしたいから。頼み事をすれば、自然に会話が生まれます。ありがとうございますから始まって、本当に助かりました。今度お礼させてくださいって、次につながる口実ができるんです。最初は仕事や活動に関連した頼み事だったのが、だんだんプライベートな要素が混じってくるんです。そして、今度お礼にコーヒーでもご馳走させてくださいって、二人で会う口実を作ろうとしてきます。この変化は、あなたへの信頼度と比例しています。プライベートな時間を共有してもいいと思える相手だからこそ、個人的な頼み事ができるんです。ただし、ここで注意が必要です。都合よく使われているだけなのか、異性として意識されているのか、見極める必要があります。都合よく使われている場合、頼み事は一方的で、あなたの都合なんて聞きません。お礼も形式的で、次の日には忘れています。そして他の男性にも同じように頼んでいるんです。でも異性として意識している場合は違います。忙しくないですか？無理しないでくださいねって必ず気遣いの言葉があります。小さなことでも覚えていて、後日また、この前は本当にありがとうございましたって言ってくれます。あとは、頼み事が終わっても、なんだかんだ理由をつけて一緒にいようとするんです。せっかくだから、お茶でも飲んでいきませんか？ついでにランチでもって、頼み事はきっかけで、本当の目的は一緒の時間を作ることなんです。頼み事にはもう一つ重要な側面があります。それは弱さを見せるということ。できない、わからない、助けて。これらの言葉を口にするのって実はすごく勇気がいることなんです。プライドもあるし、できない自分を見せるのは恥ずかしい。でも、あなたにはそれができる。弱い部分を見せても大丈夫だと思っている。これって、すでに心を許している証拠なんです。最後に、頼み事をされた時の正解の対応をお伝えします。まず、心よく引き受けること。いいですよ。任せてくださいって。そして、終わった後に、困った時はいつでも言ってくださいという一言を添える。これで女性は、この人は頼れる人。私のことを大切にしてくれる人と感じます。そして、もっとあなたに心を開いてくれるようになるんです。まとめ。今回お伝えした6つのサイン、振り返ってみましょう。恋愛してないアピール、用事もないのに話しかけてくる、弱みを見せる、誕生日や好みをリサーチ、秘密の共有、そして頼み事が増える。どれか思い当たるものはありましたか？これらのサインが複数出ているなら、その女性はあなたを異性として意識している可能性が高いです。特に、秘密の共有や頼み事が個人的な内容になってきたら、関係は確実に変化しています。ただ、サインは人によって出方が違います。積極的な女性もいれば、控えめな女性もいる。今回紹介したのは、多くの女性に共通する傾向です。そして忘れないでください。女性も気づいてほしいと思いながらサインを送っています。でも直接は言えない。だから遠回しになってしまうんです。もしサインに気づいて、あなたもその女性に興味があるなら、何か行動してみてください。食事に誘うとか、LINE の頻度を増やすとか、反応を見ながら少しずつ距離を縮めていけばいいんです。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。もし参考になったら、高評価ボタンを押していただけると励みになります。そして、
まだチャンネル登録されていない方はぜひ登録をお願いします。気になることがあればコメント欄で教えてください。皆さんの体験談もぜひ聞かせてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。